ロボと川ボと7つの習慣の世界、世界的な啓発書7つの習慣。タイトルと100万ドルスマイルの作者の顔は知ってるけど中身は知らないんだよなってことはないですか？ 7 つの習慣って一体何が書いてあるの？今回は目標達成のための習慣についてお話ししていきましょう。皆さんこんにちは。ナビゲーターのチャトラです。アシスタントのジェリーです。よろしくお願いします。チャトラちゃん、なんだか燃えてますね。そうかなまあこういう仕事を任せてもらえるならニュースになるくらい成功したいなーって。意気込みがいいですね。頑張ってチャンネルを盛り上げていきましょう。イエイ。で、今日のテーマも決まってなかったから本屋さん行ってなんかいいテーマないかなって探してたんだけど、これなんかどうかな。7つの習慣ですね。いいんじゃないですか。成功者を目指すチャトラちゃんにはぴったりな本ですね。だよね。なんか名前だけは知ってるんだけど中身は全然知らなくて、手帳とかボードゲームとかもあるんだよね。そうですね。かなり多角的に商品展開してますね。この本自体がめちゃくちゃ成功してるよね。期待できそう。でもちょっと心配なことが。どうしました？ゲームあるんだって思っていろいろ調べたんだけど、なんか7つの習慣ゲームは禁止してるゲーム界が多いんだよね。もしかしてあんまり良くない本だったかな。そんなことはないですけど、なんとなく禁止令が出るのもわかりますね。その話に入る前に、まず7つの習慣の中身から整理していきましょう。はーい。じゃあチャトラちゃん、勉強の成果を見せてもらえますか？うっす。ズバリ7つの習慣とは、主体的である、終わりを思い描くことから始める、最優先事項を優先する、ウィンウィンを考える、まず理解に徹し、そして理解される、シナジーを作り出す、刃を研ぐ。この7つの習慣のことです。いいですね。で、それで続きは？いや、これで終わりだけど。いや、あまりに淡白でしょう。だって7つ紹介したじゃん。これだとチャット GTP の方が詳しいですよ。どの辺が。じゃあこの7つの習慣って身につけたらどうなるんでしたっけ？成功者になる？ビッグになる？まあそうなんですが、成功するためにはどういう人間になればいいんでしょう？なんか自分から動く人というか、みんなと協力できる人というか。そうですね。この7つの習慣は現代が The Seven Habits of Highly Effective People というんですが、直訳すると効果性が高い人の7つの習慣。最近の言い方で言うと生産性の高い人間の習慣ということですね。本の中では効果性って書いてあるけど、確かに生産性とかの方が分かりやすいかも。ただ生産性って何かをやった時どれだけの結果が出たかってことですから、やっぱりこの本にぴったりの役というわけではないんですけどね。言葉って難しいな。じゃあおとなしく本に書いてあった効果性を使うようにしようっと。そうしましょう。それでその効果性が高い人になるにはどうすればいいかというと、さっきチャトラちゃんが言ってた自分から動くとか協力とかの話になってくるんですね。そうそう。なんだったかな。本の言葉で言うと、自立、相互依存、再審再生だっけ？いいですね。この7つの習慣では自分主体で考える人間になって周囲と協力して自分の能力を磨き続けるようになる習慣が紹介されているんですね。牙を研ぐってやつね。それを言うなら刃を研ぐですけど。7つの習慣の目的を整理したところで、さっきチャトラちゃんが紹介してくれた各習慣のお話をしていきましょうか。オッケー。まずは主体的であるね。今率先して話した私、かなり主体的だったね。そうですね。主体的だったと思います。ほんと？やったね。褒めて伸ばさないと。どうしたの？いえ何でも。じゃあチャトラちゃんみたいに主体的ではなかったらどうなります？周りの話で何かを考えるような、例えばさ、周りがこれをやってるから自分もやろう的な。そうですね。本の中ではよく反応的という言葉が出てきますが、周りがしていることに反応して何をするかを考えるということですね。わ
私くらいになると自分が何をしたいかを考えてその行動に責任を持てるようになるんだけどね。自分が7つの習慣をテーマに選び、自分が責任を持って解説する。いやー、7つの習慣してるそうですね。わ。あの言い換えの話面白かったな。私にできることは何もないという言葉は、私は別の案を考えるって言い換える話。主体的な表現に変える話ですね。もともと私って一人で自分じゃできないって思うこと多いから、こういう考え方っていいなって思った。ポジティブシンキングにもつながりますね。そうそう。で、そこから自分のできることを考えて影響の輪を広げようっていうのが主体的だよね。関心があることの中で自分が影響を及ぼせる範囲を広げようという話でしたね。私もね、このチャンネルの影響の輪を広げていかないとね。その意気ですね。ではそろそろ次の習慣に行きましょう。はいはいはい。終わりを思い描くことから始めるです。なんか小学校みたいになってきましたが、それってどういうことでした？終わりを考える。そうなんですが、例えば私なら自分の最後は暖炉の前で過ごしたい。丘の上の小さな家で暖炉の前であの揺れる椅子に座りながら孫たちが遊ぶ様子を見てるの。もしもし、チャトラちゃん。孫の一人がボール遊びしてて、そのボールが私の足元に転がってくるの。ねえおばあちゃん、ボール取って孫が言うんだけどね、反応がないの。そこでね、孫は気づくの。おばあちゃん、おばあちゃん。とても具体的な例をありがとうございました。そしてその時の私の顔はね、いや、もう大丈夫ですよ。このように最後の姿をイメージしようという話ですね。今チャトラちゃんが話してくれたような最後の姿はミッションステートメントという文章にまとめて、それを目指していこうということですね。私だったら丘の上と孫が必要ね。そうですね。このミッションステートメントの重要なことは、これを書くことでどのような人間になりたいのか、何をしたいのか、価値観を整理していき、自分のゴールを明確にすることです。ああ、それね。私さ、今まで考えたことなかったんだけど、丘の上の家とか欲しいんだなーって自分の価値観にびっくりしたよ。こういうこと考える機会なんてなかなかないですしね。いいきっかけになったよ。で、目標を決めたら最優先事項を優先するだったよね。そうですね。これは自分自身の活動を緊急度と重要度で分析する時間管理のマトリックスが役立つのでしたね。これもさ、めちゃくちゃ役立ったよ。私たちの日々ってさ、重要で緊急度も高い第1の領域、緊急度は高くないけど重要度は高い第2の領域、緊急度は高いけど重要度は低い第3の領域、緊急度も重要度も高くない第4の領域に分けられるって話だけど、私なんか第1と第4の領域しかなかったなーって。つまり日々の学校の宿題とか遊びに時間が使われているということですね。そうでーす。学生だからさ、第3の領域はそんなにないかなって思ってるんだけど、なんか社会人の人はこの領域も多そうだよね。そうですね。無駄な接待、無駄な会議、そういうこともあるでしょうね。それではダメだ。第2の領域の時間を増やそうって話だよね。つまりは。そうですね。チャトラちゃんで言えば、丘の上の暮らしをするために田舎暮らしの勉強をするというのが第2の領域に入りますね。そうだよね。確かに緊急度は高くないから今やらなくていいんだけど、やらないと目標は達成できないから優先順位を決めないとね。ここまでは自立に関する習慣でしたけど、ここからは相互依存の話ですね。ここは分かりやすかったな。結局協力しようねっていうことだもんね。そうですね。第4の習慣のウィンウィンを考えるというのは、この本が出版された当時としてはウィンウィンという言葉も珍しかったのでしょうが、最近は普通に使われるようになりましたからね。そうだけど、なんかさ、ウィンウィンって意識高そうな人が使ってるイメージ。そうなんですか？なんかこうしたらウィンウィンじゃない？ウィンウィンじゃない？みたいに言う人がいるんだけど、
それはチャトラちゃんの周りだけでしょう。そうかな。とにかくウィンウィンの関係を築いてお互いにメリットが出るようにしようということですね。そして第5の習慣ではまず理解に徹し、そして理解される、いわゆる傾聴をしていこうということでしたね。傾聴ってのも名前だけはよく聞くんだけどね。簡単なようで難しい部分ですね。実際に作者のスティーブンさんも第5の習慣を身につけることが一番難しいと言ってますしね。そのうち傾聴もテーマにしてみたいな。そうですね、面白いテーマだと思います。さて、このウィンウィンを考えることと傾聴の力を使って第6の習慣であるシナジーを作り出すのでしたね。これはさ、なんかゲームとかでもよく出てくるからさ、そうだよなーって思いながら読んでたよ。つまりは雨を降らせるモンスターと雨を活用できるモンスターを使うってことだよね。まあそうですね。人間の場合は相手の話をよく聞いてウィンウィンの関係を築いてチームの相乗効果を狙っていこうということでしたね。1+1 を2にするのではなく3とか100にしようってことだね。そして7つ目、最後の習慣が牙を研刃を研ぐです。刃を研ぐってあまり日本語では使わないので研鑽という言葉の方がいいかもしれませんね。その漢字読めません。研鑽です。研鑽を積むとか自己研鑽とか使いませんか？使いません。そうですか。でもこれからは研鑽を積む人間にならないといけないですね。7つ目の習慣ですから。痛いとこをつく。この刃を研ぐでは心身ともに成長できるような活動を実践していくのでしたね。毎週目標を立てようと本には書いていましたが、チャトラちゃんの今週の目標は？まあ次の本を探すとかかな。それだけ？ちょっと考えます。そうですね。せっかくここまで本を読んだんですから実践していきましょう。確か目標を立てるときは精神、知恵、社会、肉体の4つに注意するんだよね。素晴らしいですね。その通りです。つまり変に頭でっかちになるだけじゃいけないってことだよね。目標に向かって勉強するだけじゃなくてさ、健康にも気を使ったり周りとの関係もうまくやっていこうってそういうことだよね。そうですね。この刃を研ぐ習慣は何かを学習したらそれで完了ではなく、そこから次の目標に向かって決意を新たにし実行に移し、そして学ぶというサイクルを繰り返していくのでしたね。学び、決意、実行を繰り返すってことだったよね。まあそうなれたらいいな。ここまで7つの習慣を振り返ってきたけど結構いいこと書いてあると思うんだよな。なんだか上から目線ですね。いやそういうことじゃなくてさ、ほら最初に言ったじゃん、ボードゲーム界で7つの習慣のボドゲが禁止されてるらしいって。なんでなんだろうな。その話ですね。さっきチャトラちゃんは今週の目標を考えていませんでしたよね。そこネチネチ言われるところ？いえ、そんなことはないですよ。ただもしチャトラちゃんにやる気があればいいセミナー知ってるんですよ。どういうの？毎週みんなで勉強会して目標を立てて進捗を確認し合うんです。へえ、いいじゃん。そのセミナー人気でしてね。普通は入会金100万円なんですが。100万円？今回は私が口を聞いてみますから1万円でいいですよ。いいの？ぜひ頑張ってください。やったー！これで私も成功者の習慣が身につく。見てろよ、今まで私を笑ってたやつら、必ず見返してやるからな。とこのように変な話につなぎやすいんですよね。どういうこと？今のは作り話です。なんだ。でもちょっといいセミナーかなって思ったでしょ。結局こういういい話を聞いても実際にやる自信はないからね。そういう気持ちをついた悪いビジネスをしようという人もいますからね。
本家本元もセミナーを展開しているので、セミナーをするのが悪いという話ではないですが、変なトラブルに発展する可能性があるなら、あらかじめ禁止しておいた方がいいと考える人も多いでしょうね。なんか怖い時代だな。いやー、今回も学んだって感じ。チャトラちゃん、変なセミナーに引っかかるのもダメですが、しっかりと目標を立てて成長していかないとダメですよ。どうにか楽して成功する方法はないものか。チャトラちゃん、冗談。しっかりと成長するためにこれからも勉強していくぞというところで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。画面を閉じる前にいいねをしてコメントして、あとシェアしまくってお願い。チャトラちゃん。